皆さんこんにちは。今回取り上げる銘柄は今週大きな話題を呼んだ銘柄、前回の動画でも少し触れた銘柄ですが、5721の S サイエンスという銘柄、水曜日7月2日までのチャートをご覧いただいていますけれども、年初来からですね、3月に一度株価が吹き上がって、その後横ばいが続いていたんですけれども、6月に入って再び大きな急騰を見せた。ですが、今週ストップ安が2日続くといったような展開。年明けに20円程度だった株価は3月に一度120円をつけて、直近6月では400円タッチするような展開ですが、そこからですね、足元再び200円を切って150円前後を行き来するような展開となっています。かなり話題になった銘柄ですのでご存知の方も多いと思いますが、Sサイエンスはビットコインを買いますよといったような新しい事業を始める。そこに室長として三崎裕太氏、元青汁王子と言われている人物ですね。彼が7月入って早々7月1日にいきなり全ての S サイエンス株を売却したといったようなツイートを行いました。今回の動画はですね、この激しい乱高下を見せている S サイエンスの株で誰が一番得をしているのか、そこから考えられる怪しげな黒幕、そして今後 S サイエンスが辿っていく株価の展開というのをデータの面から推測してみたいと思います。まずはこちらですね。先ほどご覧いただいていたのは7月1日の動きですけれども、こちらは約半年間の株価推移を局面ごとに S サイエンスにおいてニュースになった、そして株価が動いたタイミングというのを分かりやすくまとめてあるものがありましたのでご紹介しています。まず3月末に20円程度だった株価が100円を超えるに至った展開、その要因としては冒頭申し上げた暗号資産事業の開始というもの、ビットコインを買いますよという宣言ですね。そこからですね、3ヶ月近く70円前後を横ばいに進んでいくんですけれども、その途中にはですね、三崎裕太氏のクリプトアセット事業開発担当室長就任と、これはですね、ビットコインを買う事業の室長に青白王子を選んだと。ですが、このニュースのタイミングでは株価上がりましたけれども、引けにかけては大きな下げを記録している。結局は前日比マイナスというようなタイミングでした。つまり4月の下旬、5月にかけてのこちらのニュースというのは、ビットコインを買うんであれば誰であっても関係ないよと。買うだけでしたら、やり方さえ教えればその辺を歩いている一般人でも買えますので、誰が室長をやってようが関係ないよといったようなマーケットの捉え方だったはずです。しかし、6月の頭にS サイエンスの有価証券報告書が出たタイミングで、前年度ですね、3月末時点で、大株主情報、トップ10の保有比率というのが確認できますけれども、そこで、三崎裕太氏、青汁王子が 4.59% 保有していることが判明しました。こちら、有価証券報告書とは別で、大量保有報告といった資料もありますけれども、これは 5% を超える水準での報告義務となりますので、ギリギリそれにタッチしないような形で保有を行っているというふうに見受けられます。これをきっかけにですね、株価は400円まで急進するわけですけれども、結局はですね、ビットコインを買うか買わないかというのは誰が室長になろうが関係はないけれども、大量保有をするような大株主としてはマーケットは見逃せませんねというわけですね。当然ですね、この場合は個人ですけれども、大量に買い付けるような機関投資家が現れれば、その銘柄というのは今一般的にも注目されて上がっていくというのは頻繁に見られる事象ですので、この2つのニュース、ビットコインのネタと大量保有のネタというのは別々に考えていた方がいいかと思われます。それがですね、7月に入り一転して本人から S サイエンスの株は全部売ったよと。大株主だったのは3月時点での話です。などとのたまっている。そんなことは当たり前なんですけれども、大量保有報告を出して株価が吹き上げた。その後に株を全部売ったよと、正式な IR なども経ずに、いきなり X でつぶやくというのは、かなり相場操縦も疑われかねないようなやり方ですね。極端なことを言えば、このような動きを通ってくる、X でつぶやいてくるということを分かっている人間であれば、株価が吹き上げた後に、保有している株を大量に売る。そして、売り切るだけでは飽き足らず、空売りまで手を伸ばしていく。そしてつぶやきを待って株価が暴落したタイミング、そこで買い戻せば、かなりの利益が得られることは、誰しもが思いつくようなインサイダー取引、そして相場操縦ともに引っかかるような行為ですね。逆にこれが問題視されない、調査すらもされないということになれば、日本の金融庁は何をもって仕事をしていると言えるのかということになります。
それでは S サイエンスの大株主情報データでご覧いただきますと、こちら。一番左側となっているのが大量保有報告。そして N となっているのが有価証券報告書。つまり、上側の6列に関しては、一度は 5% を保有比率超えたような株主ですね。一方で下の9社というのは 5% を超えていないけれども、有価証券報告書で大量保有が判明した立場の株主です。そうすると、中ほどの枠で囲っている三崎優太。3月末時点で 4.59% 保有している。これは株数に直すと650万株程度となります。後ほど出来高と比較してご覧いただきますので、この650万という株、覚えていただければと思います。そしてもう一つ注目していただきたい、データ上、こっちが黒幕ではないかと疑われるような保有比率を出している株主がいます。ミュージックコーポレーション 8.77%、ケイリオブラザーズリミテッド 6.58%、すごくたくさん持っていますね。特にケイリオブラザーズリミテッドはもともと 20% 近く超えていたところからミュージックコーポレーションに移管したというような比率の移り方ですが、今回気になっているのは現時点のデータで最も大きな比率を持っている株主、彼らに注目するのではなくて、三崎優太の一つ上、グローバルエナジーという会社、こちら大量保有報告義務が発生する 5% 以上、実質 6.5% 持っていたところから 2% まで減らしています。この報告を行ってきたのが右側の日付6月9日となっていますね。つまり6月9日に 6.58% から 2.04% まで株を大きく売却しましたよということになります。そしてこのマイナス 4.54%、この数字、三崎優太が持っている 4.59% と非常に似通っている株数ですね。これが何を示しているのか。特に彼らは 5% を超えてしまったがために大量保有報告は随時報告を出さなければいけない立場ということで、6月9日に売却を行ったことがバレてしまっています。また三崎優太氏の今回の X のつぶやき、そして彼の取引に注目が集まっていますけれども、Sサイエンス社から株式の売却は本人の資産運用上の判断、そしてインサイダー情報はありませんといったようなお知らせ、法令にも触れませんよといったことをわざわざ書面1枚で出してきた。ただ法令に触れませんよと判断するのはSサイエンスではなくて金融庁ですので、そこはしっかりと調査していただきたいところですが、その調査にあたっては今申し上げたグローバルエナジーの動きも非常に気になるところだというわけです。この2社の動き、グローバルエナジーと三崎優太氏、詳しく推察していく前に、先ほど少し触れました空売りを行っている人間がいるんではないかと、つぶやきの前に高値で空売りを行ってつぶやきが行われたタイミング、ストップ安が続いたタイミングで買い戻しをすればかなりの利益が出てくるということで、空売りのデータご覧いただきますと、こちら3月末時点というのはこの3月28日が最も直近のデータですね。この時点でもすでに空売り残、オレンジのグラフが少し伸びています。7% 台後半ですね。この時点でもうすでに前週分からの上乗せとして 5% 近く、つまり三崎優太氏が買い占めている分ぐらいの空売りが行われていると。この時点ではそういった予想ができますが、ある意味証券会社のリスクヘッジのためにポジションを取っているだけとも考えられますので、そこまで深入りはせずに、今はまだ頭の片隅に置いておく程度でよろしいかと思います。逆に6月の20日時点、つぶやきの前ですけれども、そこにかけて3ヶ月間、ほぼ一貫して空売り残の比率というのは伸びている。20% 近くまで増えている。3ヶ月間で実に 10% 程度の空売りポジションが構築されています。ただ先ほどもご覧いただいたように3ヶ月間で株価が急騰したのは直近の1ヶ月です。つまり横ばいになっている間ずっと空売りのポジションを持って暴落するタイミングを待っていた人間がいるということですね。ここで空売りの機関投資家がどのような推移をたどっているかというデータをご覧いただきますと、こちらビットコイン関連の動画でも申し上げましたが、やはりですね、モルガン・スタンレーがメタプラネットやリミックスポイントにとどまらずサイエンスでも幅を利かしている赤の線グラフが最も高い水準をおおむね維持しているのがお分かりいただけると思います。そしてピンク色の面のグラフ、これが全体の空売り比率を推移表しているものですけれども、5月から6月末にかけての約2ヶ月間ずっと右肩上がりに上がっている。ただモルガン・スタンレーの空売りポジションというのも 2% 近くが最も高くて、そこから報告義務の 0.5% まで上げ下げを繰り返しているような印象。ただ報告が出ている
証券会社全体合計した時にはトレンドとして右肩上がりになっていると。これどういうことかと言いますと、モルガン・スタンレー以外の証券会社が随時参入しているという形ですね。つまり線グラフは最初から最後まで一貫してモルガン・スタンレーの赤の線が入っていますけれども、そこからですね、追加的に空売りを行いたいとなった時には、チャートの途中から始まっている線グラフ、モルガン・スタンレー以外は途中から入っている。つまり5月以降、証券会社6社が斡旋する空売りポジションが随時参入しているというわけですね。おそらくモルガン・スタンレーだけではリスク許容ができないと。先日のメタプラネットでもかなり急騰しましたので、空売りのポジションを大きく斡旋することができない、リスク許容度を超えるというような判断があるのかもしれません。そうすると、他の会社に追加的なポジションは頼まなければいけないということで、現時点では報告対象になっているだけで7社が空売りのポジションを斡旋しているというような状態になっています。これで6月30日ですので、この後にそのつぶやきとストップ安が来るわけですね。ということは、株価推移としては一番高いタイミングではないけれども、空売り水準としては一番高い水準のタイミングでつぶやきが行われたということになりますね。これ非常に不思議な現象だと思います。株価だけ見ているんであれば一番高いところで空売りのポジションが一番高くなるのが自然ですので、これはどういうことかなという一つ疑問になるポイントですね。ということで、それではここまでのデータを踏まえて時系列に株価を追いながら誰がどのようなタイミングで怪しい動きをしているのかというのを考察していきたいと思います。上のグラフは株価で、下のグラフは出来高、年初来で取ってますけれども、3月の中旬までは株価20円台といったところで、出来高に関しても平均的には1日30万株程度ですが、日によっては少し大きめの出来高、グラフ上だと見にくいですけれども、デコボコが見られます。そこからですね、ビットコインを買いますよといったニュースが出た後、3月中旬以降ですね、ここで一度株価は動き出す125円程度まで上がりますが、このタイミングでの平均出来高はだいたい5000万株程度。そこからですね、6月の急騰400円まで達したところというのは、青白王子が大量保有をしていると判明した後ですね、このタイミングでの平均出来高というのは1日だいたい8000万株程度となっています。約2週間ですね、平均取りますとこれぐらいといったところですが、そこからですね、300円台で落ち着いているところというのはだいたい1500万株程度と、そしてストップ安になったところで5000万株程度がついています。ただストップ安といったタイミングでは、売りたくても売れない人がたくさんいますので、この後もたくさん売りの株数が出てくるかと思います。さて、20円台をつけていた3月の前半まで、ところどころで大きな出来高になっている日があると申し上げましたけれども、この少し見にくいデコボコになっているところというのは400万株程度ということになっています。ここから追いかけていくにあたって、2つのポイント、まず誰がというポイントですね。青白王子なのか、グローバルエナジー社なのか、はたまた第三者なのかというところ、それと株価が吹き上げていくタイミング、あるいはストップ安になっていくタイミング、この2つの要素に気をつけながらご覧いただければと思いますけれども、まずタイミングとしては3月中旬、ビットコインを買いますよというニュースが出る直前に400万株程度の約定が2営業日連続で続いています。そうすると合計800万株ですので、だいたい1日平均でできる約定数を除けば650万株ぐらいは上乗せとして入っているんではないかというふうに考えられますが、もしこのタイミングで青白王子が買ってたとしたら、ほぼほぼインサイダー確定ですね。確かに室長就任より前のタイミングではありますけれども、皆さんも会社に就職するときに明日から当社社員ですねという風になるよりかは、何ヶ月も前から話がついていた上で入社に向けて準備するはずです。さすがに室長就任のタイミングより前ですよというのは無茶があるんではないかといったところ。ただですね、グローバルエナジー社も 6% 以上の株式保有をしていましたので、このタイミングで誰が買っていたのかというのを確定することはできません。ですが、次のタイミング、3月末の時点ですね。このタイミングでは確実に青白王子もグローバルエナジー社もすでに大量の株を保有していると。そしてどちらかはわかりませんが、3月の最後の週におそらく買ってるんではないかと考えられます。それはなぜかと言いますと、先ほどの空売り比率の推移を棒グラフで示したもの、3月末のところで一度 5% 程度上がった後、若干凹んでいますね。単純にこの株価の急騰からの下落を取りに行ったとも言えますけれども、
それよりかは大量に買いたいという顧客がいた中で、証券会社がリスクヘッジとして同時に売りも出していたんではないかという、ごく短期的な大口顧客のための業務フローに伴うポジションだったんではないかというふうにも見えます。今まで空売り比率の推移を棒グラフで示して、急騰銘柄というのを探してきましたけれども、1週間おきにですね、棒グラフの増減というのがデコボコするような銘柄というのはあまり見られない。いくら短期的な利ザヤを狙う空売りの投機家といえども、毎週のようにポジションを転がすというのはあまり見られないわけですね。さてそこからしばらく横ばいが続いて、6月に入ったところ、再び急騰するわけですけれども、こちらのタイミングで6月9日、これは確実な情報として大量保有報告から、グローバルエナジー社が 4.5% 以上売却を行っている。株価が吹き上げたので売却を行いましたと、これで順投資と言えるのかどうか怪しいですけれども、一応大量保有報告書には株式の保有目的というのが記載されていまして、順投資と書かれていることが多いですけれども、ただこちらで焦点になってくるのが、株価が吹き上げ始めたタイミングでの要因ですね。ここで何があったかと皆さん思い出していただきますと、有価証券報告書が出て、三崎優太氏の 4.6% 近くの株式保有が判明したといったタイミングですね。ここで株価が上がり出したと。このタイミングでは青白王子はクリプトアセット事業の室長に就任しているわけですね。そしてインサイダー情報をもとに株を買い上げたわけでもない本人がつぶやいている通りです。しかし、有価証券報告書に社内の人間の名前がギリギリ 5% に達しない 4.6% でリストアップされると。そしてその情報がいきなりこのタイミングで出てくるというのは、言い換えれば少し大きめな言い換えになるかもしれませんが、実は自社株買いを行っていたことをある日いきなり有価証券報告書でマーケットに知らされるといったような状況に近いかもしれません。そうすると大体自社株買いというのは流通株数が減少しますので、その比率分ぐらいは株価上がって当然なんですけれども、この場合の急騰というのはそれにとどまらず SNS のフィンフルエンサーという最近の造語らしいですけれども、その影響力も相まって過度な変動を引き起こしている。そしてその加熱したタイミングでのグローバルエナジー社の売却というのは確定。さらに三崎優太氏、彼もどこで売っているかは分かりませんが、おそらく買ったタイミングが赤の丸2つ目、3月末だとすると、緑の矢印より前のタイミングというのは利益が出ていませんので、それよりも後ですね、実質的な自社株の売却というのを自らのポジション情報の操作によって行っているというふうに捉えることができます。もしですね、ビットコインの事業を始めますよというニュースが出る前、株価が2桁で張り付いていたタイミングでの400万株できた日に買っていたとしても、それはそれでインサイダーじゃないかという疑惑が出てきますし、今申し上げたように3月末直前に買っていたとしても、それはおそらく利益が出ていないので、有価証券報告書のタイミングで急騰させて、自社株の保有にもかかわらず売り逃げを行ったと。その場合何の法令にも引っかからないかもしれませんが、どちらも問題視されるような投資行動ですね。それに対して会社が平然と問題ありませんというようなあたり、さすが継続疑義が出るような会社のコンプラだなというふうに感じざるを得ませんが、さらにですね、大きな問題をはらんでいるとすると、ここですね。このタイミングで保有ポジション以上に空売りを行っているとすると、これは S に投稿したタイミング。これはもう完全に相場操縦を疑われる行為ですね。それがなぜ疑われるかと言いますと、先ほどの空売り比率の推移を示した棒グラフ。この400円を超えていたタイミングよりも、暴落が起きる直前の方が空売り比率が積み上がっていた。それも空売りを斡旋している筆頭モルガン・スタンレーを使うのではなく、新たな証券会社をコロコロと追加させて、空売りのポジションを追加している投資家、あるいは投機家がいたということがデータ上確認されているわけです。そしてそれが6月末時点の空売りポジションのデータ。そこから7月1日のツイッター、もう株は全て売って持っていませんよという青白王子のつぶやきにつながっていくわけですね。こういった経緯で非常に問題視されそうな経緯が2、3個は少なくともあるといったところです。さらにこのチャート155円つけていますけれども、この翌日ですね、180円台まで少し反発した。その後週末には再び150円台まで戻ってきていますけれども、やはりですね、300円台から150円台まで半分以上値を崩したといったところで、空売りのポジションを買い戻している人間がおそらくいると。それがもしですね、ここまで出てきた登場人物のような
会社関係者あるいは元々の大株主といったところが絡んでいる場合というのは非常に問題視される。我々ご覧いただいている方も含め、税金を支払って金融庁の人間は飯を食っているわけですので、こういった大きな問題視されるような投資行動というのは、しっかりと今の考察、問題があると考えられる経緯を踏まえて調査していただきたいものです。この後ですね、少し買い戻しが単発で入りましたけれども、どういった株価推移考えられるかと、もしですね、ビットコインを買い始めました。実際の保有量はこれぐらいですと、メタブラレントやリミックスポイントのような、ちゃんとしたビットコイン保有企業になれば、もしかしたら多少の反発はあるかもしれない。またその他の要因としては、空売りの比率ですね。棒グラフの凹み方というのがあまり大きな凹みを見せていないとデータ更新したときにですね、その場合はさらなる空売りの買い戻しが考えられるということで、こちらもある程度の反発要因になってくるのではないかと。データ面とファンダメンタル的な面で上がり目を予想するとしたらこういった要素。逆にですね、もし青白王子と S サイエンスの関係性がこじれて、もしくは金融庁が調査に入りましたみたいなことになってくると、ビットコインを買いますよとは言いましたけれども実際には買えなかったみたいなことになってくる。その場合はもしかしたら再び2桁の株価が見えてくるかもしれません。ということで最後、先ほど少しフィンフルエンサーという造語、半分バカにした感じで言いましたけれども、世の中にはですね、ツイッターを駆使して、この銘柄上がりますよと、特に根拠もない信憑性が怪しいようなファンダメ要素を羅列して投稿するような、ペンギンをはじめとしたインフルエンサーですね。金融系のインフルエンサーというのはフィンフルエンサーというらしいです。このフィンフルエンサーというのは最近取り締まりを強化しなければいけないという風になっていまして、こちらは大和総研のレポートを拝借しているんですけれども、フィンフルエンサーが引き起こすリスク、ハイリスク投資の推奨、誤情報、偽情報の流布、透明性の欠如。詳しくはこちらのレポートネットで取れますのでご覧いただければと思いますが、フィンフルエンサーは質が悪いとか、悪の巣窟だみたいな風に書かれていて、非常に興味深いんですけれども、こういったところの規制というのも非常に重要、必要にはなってくるかと思いますし、逆にですね、先ほどのサイエンスの事例といったところもしっかりと調べていただいて、どういった経緯でこのような乱高下を相場操縦に当たりかねないような展開、繰り広げられているのかというのは説明求められるところですね。ということで、当チャンネルもこのようなボロクソにこき下ろされてしまうフィンフルエンサーにはならないように注意しながら今後も動画を作っていきますので、よろしければぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画をお楽しみいただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。